素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。人魚の学校シリーズの動画は愛知県名古屋市の人魚の学校の練習会風景をまとめたものです。前半でこの日のダイジェスト、後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて私のおしゃべりにお付き合いいただいてます。今回のテーマは泳げなくてもマーメイドになれるです。体育の授業で水泳が苦手だった方、逆に元競泳の選手で水泳大得意という方、これまでの水泳経験でマーメイドスイムの上達度合いは違ってくるのでしょうか。水泳が苦手な人も得意な人も必見の内容です。2022年7月17日水曜日、愛知県名古屋市名東区にありますダイビングショップ&スクール恵比寿にて人魚の学校の練習会が開催されました。恵比寿のプールは名古屋でも最大級の室内ダイビングプールで、浅いところは水深 1.2 メートル、深いところは水深5メートルあります。水温は27度となっています。この日はマーメイドスイム初挑戦の方がたくさんいらっしゃってましたね。夏の時期の人魚の学校はこちらの恵比寿のダイビングプールと広大な日本外資アリーナプールの2カ所で行われます。恵比寿のプールは先生たちがつきっきりで教えてくださるのでビギナー向き、外資アリーナの方は生徒さん各自が自分の課題に取り込む自主練なので中上級者向きとなっています。この日のマリダイバーは白ビキニのマーメイドです。ビキニは市販のものでフィンカバーは自作です。相変わらず好きなことをさせていただいてます。魚ブーメランを飛ばしてみたり、はしごにつかまってバブルリングの練習をしてみたり、魔法少女スティックを改造したシュノーケルのテストスイムをしたり、人魚の学校の自由度の高さは本当にありがたいですよね。シェリーナ先生、チェルシー先生、いつも感謝しております。さて、ここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ、私のおしゃべりにお付き合いくださいね。今回のテーマは、泳げなくてもマーメイドになれる？です。結論から言いますと、泳げなくてもマーメイドになれます。これは生き証人がいます。人魚の学校のシェリーナ先生はもともと泳げなかった方なんですね。信じられないでしょう。シェリーナ先生によると、最初はビート板の練習から始められたそうですよ。そうやって一歩一歩進まれて、たくさんの資格を取得して、今やインストラクターです。その努力に頭が下がりますよね。つまり全く泳げない人でも努力次第でマーメイドになるのは可能なのです。反対にチェルシー先生は子供の頃から水泳を習っていて競泳をされていたんですね。だから水泳は大得意のスポーツガールでした。シェリーナ先生とチェルシー先生、それぞれ対照的なお二人ですよね。だからこそうまくいってるところもあるんだろうなって思います。ところで前回の人魚の学校の動画で私はこんなことを言っています。この点でも水泳経験がある人だとかえって不利になることがあります。早く泳ぐ訓練ばかりしていたので、ついついマーメイドスイムでも早く泳ごうとしてしまったりします。このことについて、今まで経験したことが無駄だというの？否定されたようで悲しい。過去の経験で修正が難しいなんてショックという批判をいただいたんですね。この文章はそのままではなくて、個人が特定されないように書いてますよ。最初私は意外に感じました。というのも、これはベテランのマーメイドの皆様の間では結構あるあるネタなんですね。わかる、私も修正するの苦労したよみたいにね。なのでこの件についてもう少し深掘りしてお話しします。前回の動画ではあくまでかえって不利になることもありますとお話ししています。決して絶対に不利になりますとは言っていません。過去の経験が無駄とも言っていません。ただね、ある競技を一生懸命やっていればやっているほど、新しいスポーツを習得する際に苦労することがあるのは否めません。競泳をやっていた経験は最初はとても有利に働きます。やっぱり水に慣れています。水の中での体の動かし方も身についていますし、水に対する恐怖心も少ないです。だから競泳経験者がマーメイドスイムを始めると、全く泳げない人よりは速いスピードで上達します。スタートダッシュが効くんですね。ぐんぐんと上手くなっていきます。ただ、ある時点で壁にぶつかることもあります。
それは早く泳ぐことに特化した泳法を変えることに苦労する点です。訓練に訓練を重ねた結果、逆にゆっくり泳ぐことが難しい方もいるんですね。常に息継ぎしながら早く泳ぐ競泳と、息をこらえてできるだけ長く泳ぐ潜水とは正反対のことをしなくてはなりません。別の競技をされていた方はどこかの地点で、これは泳法を変えないとまずいなぁと気づいて努力されている方が多いです。競泳に限らずどんな競技でもそうです。水に関わるスポーツ経験がある方は最初はとても有利なのですけど、必ず壁にぶつかる経験をしています。アーティスティックスイミング出身の方もきっとご苦労はあると思いますし、元フリーダイバーも努力している部分はあります。これらは別のスポーツです。全く同じではありません。私事ですが、私はフリーダイビングのレッスンに3年ほど通っていた時期があります。その経験はマーメイドスイムに生きておりますが、まだ克服しきれていないところがあります。それは水中で息を吐くことです。バブルハートやバブルキスなどマーメイドのパフォーマンスで水中で息を吐くテクニックがありますね。私はこれが大変苦手なんですね。というのもフリーダイビングでは水中で息を吐いたら溺れたとみなされてレスキューされてしまうからです。だから絶対に息を吐かないように教えられます。ブラックアウトの怖さについても徹底的に叩き込まれます。だからどうしても心理的な抵抗があって水中で息を思い切り吐けないんですよ。つい手加減して吐いてしまうんですね。もし何の経験も知識もなければマーメイドスイムの先生から思い切り息を吐いてと言われれば、ああそういうものかと思って大胆に息を吐けます。でも私は経験が邪魔をしてなかなかそれができません。結局ね、他のスポーツの経験はとても有利になることもある。ただ 100% 有利になるということではなく、時に足を引っ張ることもあるんです。でもそれは努力次第で克服できます。大事なのは自分は経験者だからと高をくくってはいけないということです。どんなことでも初心者のうちは謙虚に学ばせていただくという姿勢で常に努力を重ねないといけないんですね。最初に言いましたようにシェリーナ先生とチェルシー先生をご覧になってください。全く泳げなかったシェリーナ先生より競泳経験があるチェルシー先生の方がマーメイドスイムが上手なんでしょうか。シェリーナ先生はチェルシー先生に及ばないのでしょうか。そんなことはありませんね。お二人とも甲乙つけがたい素晴らしいマーメイドスイマーです。シェリーナ先生は最初はご苦労されたかもしれませんが、努力を続けることによって高みに登られたのです。チェルシー先生は途中で壁にぶつかったかもしれませんが、同じく努力によって克服されたのだと思います。泳げないからといってへこむ必要はないし、水泳経験があるのは不利なのとお怒りになる必要もありません。どちらも最終的には同じです。どちらも同じ地点に到達できます。最後に言いたいことがあります。もし何か人に言われたり、見たり聞いたり読んだりした時に憤りを覚えた時、ショックを受けた時、それは自分の心の片隅でこれは真実だと認めているんです。なぜなら全くのデタラメの嘘偽りなら、ただ「はあ何言ってんの?」と笑うだけで自分の心は決して傷つかないからです。なんとなく無意識に言われてみればそうかもと感じている時に悲しんだりショックを受けたり不愉快に思うものだからです。例えばね、私は今減量期でかなり体重を絞っています。そんな時「あなた太ってるわね」って言われても体脂肪率 14% って太ってるってマジで？これ以上体重を落としたら女性は危険だよって笑っちゃうと思います。自分が太ってるとはみじんも思っていないからです。でも冬の増量期で10キロ近く体重が増えた時は、でもさ、筋肉増やすためだからたくさん食べても仕方ないじゃないって言い訳したくなるんです。やっぱり本当のことだから言われたらぐさっとくるんですよ。英語でも kernel of truth と言います。ほんのわずかだけど核となる真実という意味です。世界共通の現象なんですね。今まで経験したことが無駄だというの
と憤りを感じた時、きっと心のどこかで壁を感じ始めているのだと思います。もっともっと上達したいと心の底で感じているのかもしれません。そう気づけたら閉めたものです。ビギナーのうちは壁があることさえ気づきません。初心者の時期は過ぎたという証拠です。私も水中で息を吐く壁にぶつかっています。克服するために練習会で頑張っています。あなたもきっとできます。ご一緒に努力を重ねていきましょう。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。